めっちゃでかい地震が来ましたね。今目覚めた。あんま地震で目覚めることないんですけど、結構でかかったな。大丈夫ですかね。震度4くらいありそうな地震。そういえばご飯は料理酒を入れて炊くと美味しいよって家族に言われてやってみたんですけれども、確かに美味しいですね。なんかその料理酒の塩味が、プラスされた感じで、それによってご飯の甘みが際立つ感じで、お米の香りも炊飯した時の香りも良くなるし、食感もただ柔らかくなるわけではないんですけど、少し柔らかくなるんだけど、米自体はしっかりしてるみたいな。最初ね、そのお米2合に対して、料理酒を 100ml 入れるっていうことだったんですけど、それだとちょっと酒臭すぎたんで半分にしてみましたね。2合で、50ml。基本的に私は2合ずつお米炊くんで、お米炊いた後に料理酒を 50ml 入れて、それプラス水を炊飯器の釜に書いてある2の目盛りのところまで入れると。そうするとすごい美味しいご飯ができるんで、すごいおすすめです、これは。この前北海道市でゲットしたマルセイのバターサンド。これめちゃくちゃ大好物なんですけど、なかなか手に入んないんですよね。めちゃくちゃうまいです。やっぱバターが美味しいですよね。電動アシスト自転車羨ましいな。この坂をもう難なくスイスイと登っていきます。この私のマウンテンバイクじゃもう降りて歩った方が楽なぐらい登れたもんじゃないんですけど、仙台やっぱ電動アシスト自転車をね使ってる人の割合がすごい多いんで、電動アシストじゃない自転車はあんま見ないですね。もうほぼみんな電動アシストなんで、もう坂スイスイ登ってってめちゃくちゃ羨ましいんですけど、またこれがねロードバイク的なやつだったらそれはそれで登りやすいと思うんですけど、これマウンテンバイクって一番坂登るのにそもそも下るもんですからね、一番向いてないんで結構辛い。めちゃくちゃねコンディションがいい。今気温が7度くらいあるみたいで、手袋しなくても手が冷たくならないぐらい結構暖かく感じます。少し日は隠れちゃったんですけど、さっきまで晴れてたんですけどね。大野原の公園に来たので散歩です。全然体動かしてなくて、この前山形に行った時に3万歩ぐらい歩ったって言って喜んでたんですが、それから全然動いてなくて、結構最近もう家で作業してることが多いんで、ちょっと動いた方がいいだろうなと思って。そういえばこれ去年の年末ぐらいに買ったこの CMF バッツ、もうこれが最高すぎて、私ずっと AirPods 使ってたんですけれども、もう完全にこっちに乗り換えちゃいましたね。もう AirPods 全然使ってないです。これの何がいいかっていうと、いろいろあるんですけど、やっぱノイズキャンセリングですかね。私の使ってた AirPods は AirPods の第2世代のやつなんで、ノイズキャンセリングついてないし、しかも密閉性もあんま良くないんで、
外の音が結構入ってきて、人混みの中とか乗り物乗ってたりすると全然音楽が聞こえなかったりしたんですけど、これだとノイズキャンセリングが効くんで結構強力なんですよ。そしてなのでめちゃくちゃ外でも音楽に集中できるっていうので、それがめちゃくちゃ快適なんですよね。あとね、外音取り込み機能もこれついてるんで、よくノイキャンだけのイヤホンとかってなんか外の音聞きたいなとかと思った時不便だったりするんですけど、これスマホのアプリでね、このナッシングのアプリでこのタッチのセンサーの機能を割り当てられるんですけど、これね、長押しでノイズキャンセリングと外部音取り込みの切り替えに設定して、これでワンタッチで切り替えられるんで、例えばなんか買い物してて会計する時とか外音取り込みにして店員さんの声聞こえるようにしたりとか、なんかアナウンスが流れてる時とか、電車乗ってる時にアナウンス聞きたい時とかワンタッチで切り替えてるんで、すごいそれは楽ですね。あとこれ何型っていうんだっけ、多分名称があるんですけど、イヤーチップがついてる密閉できるタイプですね。アップルの有線のイヤーポッツとかエアーポッツ1世代とか2世代とかはイヤーチップついてなくて、完全にこうプラスチックオンリーでできてて、それ耳に入れるってタイプだと思うんですけど、あれはあれでね、正直装着感的にはあっちのね、エアーポッツ第2世代とかイヤーポッツとかの方が好きなんですけど、でもこっちやっぱり密閉してくれるっていうのがでかいんですよね。この先っぽのシリコンのイヤーピースって。なのでやっぱそれで外の音が入ってこないっていうのがすごい快適なんですよね。あとそしてこのデザイン性というか、やっぱ CMF も、ナッシングのサブブランドですけど、デザイン性かなりこだわってるブランドなんで、デザインもいいし、あとこの色気に入ってるんですよね。この蛍光色っぽい赤オレンジっていうのかな、これがね、ただの色じゃなくて、こう蛍光色、蛍光ペンお危ね後ろにひっくり返るとかあったよ。ぬかるんでて危ね。蛍光ペンで塗ったようななんていうの、光を反射するような色なんで、こうアクセントなんですよね、耳につけてると。だからファッションとしてもいいみたいなね、ファッションアイテムにもなるっていうので、めちゃくちゃ気に入っております。しかもこれ驚きなのがね、定価でも7000円ぐらいかな。で、私Amazon の年末のブラックフライデーセールね、毎年年末にあるあれで買ったんで、もう5000円ぐらいでこれ買えたんですよ。破格すぎるでしょっていう感じで。ただ、あとケースの形状的にもちょっと、ケースの形状は正直 AirPods とかの方が好きだったかな。卵型のやつの方がね、これ四角い角があるんで、ポケットとかに入れた時に結構出っ張るっていうか違和感があるんで、ケースの形状は AirPods の方がいいかなと。でもね、利便性は絶対こっちですね。今ね、AirPods Pro とかだといいと思うんですけれども、何せあれ4万円ぐらいするんで、つけてるところ動画に映したことあったかはわからないですけど、こんな感じですね。いい感じのアクセントになってるんですよ。で、やっぱ密閉されてることによって結構低音の鳴りがすごい気持ちいいんですよね。これでね、低音の強い音楽を聴くとめちゃくちゃ気持ちいいです。もうこれに慣れてから密閉されてないアップルのイヤーポッツとかつけると、もう外のなんか密閉されてない感じとか、低音の鳴り方とかが物足りなくて戻れないですよ。AirPods Pro とか買ったら別だと思うんですけどね。そう、今朝なんだっけかな、 YouTube 見てたらビーツの新しいヘッドホン出てましたよね。イヤホンまだどういうのか見てないですけど、ビーツのヘッドホンとか憧れるんですけれどもね、いつか欲しいな。イヤホンじゃなくてヘッドホンが欲しい。ヨドバシとかで視聴したことあるんですけど、あれめちゃくちゃ音質いいし、やっぱアップルの傘下なんで、もともとこの iPhone とか iOS のデバイスと使うことを想定して作られてたんで、この Apple 製品との連携がすごい素晴らしいし、いつか欲しい。イヤホンはナッシングのイヤホンに乗り換えるのは結構ありかなと思ってて、ナッシングのなんかスティック状のやつあるじゃないですか。あれいいなと思ってて、なんかケースもちっちゃそうだし。さて、ご飯でも食べに行こうかな。そこにある当たり亭っていう、去年家族と行ってめちゃくちゃ美味しくてかつリーズナブルなラーメン屋さんがあるんですけど、そこ行こうと思ったら、なんと今日
定休日みたいです。水曜日が定休日。昼だし、めちゃくちゃ空腹なんで、この大野原の街の中でどっか食べるとこ探そうと思います。車とか自転車では来たことあるんですけど、歩くのは初めてかもしれないですね。このファミマの新発売の濃厚チーズインファミチキ、クリスピーチキンの方ですね、買ってみました。私ね、このファミマのクリスピーチキンめちゃくちゃ好きなんですよね。さらにそれにチーズが入ったってもう間違いなく美味しいでしょって感じなんですけど、いただいています。これはうまい。やば。まあ美味しいことは分かってたんですけど、うまいもんとうまいもん組み合わせたらそれはうまいだろうっていう感じですね。これ絶対食べた方がいいと思います。ファミマのクリスピーチキンはもともと好きなんですけど、これこの物価高の値上がりの時代に値段変わらずサイズアップしたんですよ。去年の夏ぐらいだったかな。それでより好きになりましたね。同じ値段ででかくなったっていう。あとこれはずっと前から好きなんですけど、このファミマの横浜家系豚骨醤油ラーメン、水用のパッケージのやつですね。これがすごい好きなんですよね。これファミマでしか売ってないんですけど、麺がカップ麺にしてはすごい太くてコシがあって美味しいのと、あとこの家系スープがすごい美味しい。そしてね、結構量あるのになんとこれで198円というコスパもいいポイントです。もうこれを食べたいがためにファミマに来たと言っても過言ではないくらい、それくらい好きです。めんどくさくてコンビニで食べましたが、久しぶりのコンビニ飯でしたね。さあ少しうちで休憩して再び出かけようと思うんですけど、この前注文してきたこのジーンズのメガネ、これが今日の2時に、出来上がるっていうことで、2時以降に取りに来てくれってことだったので、これを取りにちょっと駅前の方に、これヨドバシの5階にあるジーンズの店舗で注文したんですけど、それが即できるってことで取りに行きたいと思います。これめちゃくちゃ楽しみにしてるんで、このメガネすんごい楽しみです。ただね、今これ影で電線がめちゃくちゃ揺れてるのがお分かりいただけると思うんですけど、この家がガタガタ言うぐらい風が強くて、もう本当にヒューヒューって音が聞こえるレベルの風なんですよね。よく効果音とかであるあんな音本当にするんだっていうぐらいの、本当にヒューヒューという音を立てて風が吹いててね、かなり辛そうなんですけど、でも行ってみます。でも晴れてるんですよね。その代わりもう快晴です。もう雲が全部飛ばされてるんで、天気はめちゃくちゃいいんですけど、風がめちゃくちゃ強いんですよね。このレイバンのメガネからの切り替えになります。もうこのメガネもね、かれこれ何年かけたかな、もう4、5年このメガネかけてたんじゃないかなって思いますね。でもなんだっけ、一回壊れたんですよね。どこが壊れたんだっけかな。あ、そうだ、鼻当てのところが壊れて、ここだけ交換したっていうのをね、こっちに、仙台に越してきたばっかりの時に、そう、これ本当に地震かと思うぐらいバキバキって言うんですよね、部屋が。風が強すぎて。てか、今朝の地震もすごい大きいの、あれ、ビビりましたけどね。その鼻当てのところ一回壊して、ここのフレームの部分は交換しましたが、このメガネは5年ぐらいかけてるんで、本当にメガネ買うの久々ですね。子供の頃とかは、視力がコロコロ変わってたんで、レンズも交換したり、メガネ本体もね、いろいろ、1年に何回もメガネをね、買ってたりしてたんですけれども、今視力も安定してということで、あんまメガネもね、これ5年ぐらい同じのかけてるんで、なのでメガネ買うのはすんごい久しぶりですね。しかもこのジーンズで買ったのは初めてですね。ずっとジーンズのメガネ気になってたんですけど、私は子供の頃からワシンっていうメガネ屋さんでメガネを買ってて、あそこがね、子供の時だとね、レンズ、視力が変わっても、なんか安くなるだかみたいな割引が。ジーンズとかもあるかわかんないですけど、そういうのがあって、てかそもそも私小さい頃に地元の会津にジーンズがなかったんで、今は神座市にできましたけど、ジーンズなかったんで、そのワシンっていうメガネ屋さんでね、メガネを買ってたんですけれども、今回、だからあれですね、自分でメガネ買うのも初めてかもしれないですね。ですがジーンズめちゃくちゃ買うのもね、簡単で良かったですね。
めちゃくちゃスムーズに。買う時も全然めんどくさいことなくて、しかもなんか、受付とか、なんかスマホでできるんですよ。なんか、LINE？ 公式 LINE みたいなのを登録すると、その LINE からスマート受付みたいなの QR コードでできて、で、それで受付して、で、まあ、検査は、することもできるんですけど、この、既存のこのメガネから、度数とかを測って、そこから作るっていう風にしたんで、もうめちゃくちゃ楽でしたね。で、13日に取り来てくれって言われて、あとは待つだけと感じで、めっちゃ楽です。で、私の場合はちょっと、視力がね、なんかいろいろ混ざってて、ちょっと複雑な視力なんで、1週間かかりましたけれども、よくあるようなというか、なんていうの、あんまりこう、複雑じゃない人ですね、視力が。っていう人はもうお店にレンズの在庫があればもう即日できるらしいんですよね。でね、最近部屋を整理してたら、昔かけてたメガネが出てきたんですよ。これですよ。これ、あれですよね、多分。この YouTube 始めた頃にかけてたメガネで、まあ5年、4、5年前くらいにかけてたメガネなんですけど、昔の動画とか見ると、このメガネかけてるんですよね。まさかこの部屋にあると思わなかったですね。実家にあると思ってたんで。で、しかも、これ、ちゃんとかけれるんですよ。てか、さっきまでね、これかけてたと思うんですけどね、散歩してた時に。そう、最近このメガネを発見して、で、かけてみたらしっかりかけられるし、度数もね、全然見え方とか変じゃないっていう風な感じで。でね、正直このメガネよりね、こっちの方が似合ってると思うんですよね。少しこう、縁が太めで、この、レンズがね、大きい。こっちなんか細長いじゃないですか。でも、これちょっと縦にレンズが大きいメガネなんですけど、なんかこっちの方が似合う気がするんですよね。今回買ったジーンズのメガネも、多分こっちに近いものなんですけれども、レンズとかこう形なんていうのかわかんないですけど、こういう形状のメガネの方が、なんか似合ってる気がしますね。昔の YouTube の動画見てても、なんか、こっちのメガネかけてたのもなんか、いいなと思ってて。で、最近見つけたんで、こっちもかけるようにしてみてますね。なかなかいい。自分的にもなんかこっちの方がしっくりくるんですよね。ただね、これね、なんか、なんだっけかな、なんか、UV カットだか、なんだか、あれ、ブルーライトカットだかの加工が入ってて、若干ね、黄色っぽくなっちゃうんですよね、色が。多分それがね、気に入らなくてこっちのメガネに切り替えたっていうのもあると思うんですけれども、まあね、普通に暮らしてる分にはね、あんまり気にならないんですけど、なんか PC で作業するとか、なんか細かい、なんか色をちゃんと見たいっていう時とか、これ若干色変わっちゃうんで、なんかこう反射もね、なんか、反射は結構青っぽいんですよね。なんか青っぽい、普通のガラスじゃなさそうな反射して、なんかちょっと、レンズの、なんだろう、視力的にはいいんですけど、見え方なんか色とか、そういうのがあんまりこのメガネはちょっと好きじゃないかなっていう感じ。でも今回のはね、大丈夫だと思います。ていうか、いろいろね、加工を入れることもできたんですけれども、結局ね、何も入れませんでしたね。なんか UV カットとか、ブルーライトカット、あと曇り止め加工とか、いろいろね、ジーンズでね、作るときに勧められたんですけれども、結局何もつけませんでしたね。てか、高いんですよね、1個。1個つけるのにプラス5000円とかかかるんですよ。だからその曇り止めとかそういうのを全部入れたら普通にプラス1万5000円とかかかっちゃうんで、さすがにいいなと思って。せっかく安くて買ったのにと思って。だって、あれですからね、今回買ったメガネね、フレームがレンズ込み、レンズとフレームで9900円だったんですよ。で、追加で買ったサングラスのプレートが4000円ぐらいだったかな。だから1万3000円なんですよね。で、メガネの機能としてはそのフレームとレンズだけで成立するんで、9900円という。これが最安じゃなくて、さらに安いのもあって、5000円とかで作れるメガネもあって、ジーンズかなりコスパいい。ジーンズ以上になかなかね、ちゃんとしたメガネブランドで、ジーンズより安いところっていうのはなかなか見つけるの難しいと思いますよ。で、そう。私、サングラスも欲しかったんですよ。なので、磁石でくっつくタイプいいなと思って。やっぱりね、今日みたいにこう、太陽が出てて眩しい時とか、雪降った時とか、あと自転車とか車とか乗る時も、もう眩しくて前見えないとかね、もう目が疲れちゃってみたいなこともあるんで、サングラスずっと欲しいなと思ってたんですけれども、私目悪いんで、度をね、入れないと、伊達のサングラスだと、紫外線日光は遮断できても、
そもそも視力の問題で前が見えなくなっちゃうんで、物もはっきり見ることできないし、運転とかも私免許証がメガネ等、メガネコンタクト等必須みたいな、条件付き免許っていうんですかね。なんですよ。だからメガネかけずに運転できないんですよね。視力の、ちゃんと度数の入ったメガネかけないと、まあ、コンタクトでもいいんですけど、そういうメガネかけないと運転できないんで、その車の運転とかでも使用したし、もちろん自転車でも、多分メガネかけずに自転車乗れないですよ、多分。なので、そういう時に使うためにも、度数入りのサングラス欲しいなと思ってたんですけど、そしたらまた別にサングラス作んないといけないし、お金と手間も2倍かかるし、両方持ち歩かないといけないし、かけ替えないといけないじゃないですか。サングラスにしたいっていう時に、わざわざこれ外して、サングラスもかけるっていう動作が必要になるんで、なんかめんどくさいなと思ってたところで、ジーンズのね、マグネットでくっつく、そのサングラスのプレートが、こう、パチッと、既存のメガネにくっつくってやつを見つけたんで、これいいなと思って。どうだ、もう本当に、今回買ったそのジーンズのメガネをメインにずっとかけてる感じになるんじゃないかなと思いますね。こういう前から持ってたメガネたちもたまにつけるかもしれないですけれども、サングラスのプレートを、つけたい、機会が多いと思うんで、基本的に今回買うメガネがメインになるんじゃないかなって思いますね、これからは。まあ見た目的には多分このメガネとあんま変わらないと思いますね。うん。なのでこの見た目になるのではないかなと。だから私の YouTube の最初の頃の雰囲気に戻るかもしれないですね。まああっちの見た目の方がね、まあ多分当時の方がね、痩せてたと思うって。そういうのもあると思うんですけどね。これやばくないですか？本当にヒューヒュー言ってる。おおこれやば。うわとんでもない風です。これやばいね。おゴミが宙を待ってる。これ自転車でひっくり返んないといいな。これちょっと異常気象でしょ。普通じゃないっすよこれ。いやーなんとかつけましたが、これうわ風やば。マジで風強いです。体が持ってかれそうだね。早く中に入りたい。これ音声取れてんのかな。でも気温が高いだけまだマシでしたね。それが幸いでしたが、すごい風。これはちょっと外にいたくないですね。めちゃくちゃ久しぶりの駅地下です。ここのお店気になってたんですよね。東京ガパオ。ちょっと行ってみます。ガパオライス食べたいな。うまそう。タイ料理久々に食べましたね。うまかったな。カオマンガイいただきました。ということで少し無印でなんか家族がね1週間後に帰省するんですけど、私なんか家族が無印のアーモンドのチョコレート欲しいとか言ってて、ちょっとあるか探します。どれかよくわかんないけど。では時間になったのでジーンズに受け取りに行ってきてみます。楽しみだな。今回は目の前に出れましたね。こう左右がねいまいちよく位置がつかめないんですよね。ヨドバシいっぱい来てるんですけど、これ OK。 めちゃくちゃいい。見え方がめっちゃ綺麗です。傷がないんで。これサングラスがこれちょっと慣れるまでちょっと違和感あるけど跳ね上げてます。どうですか、サングラスかけてみた感じ。めちゃくちゃね外の見え方がなんていうかな、全然眩しくない。こう日光のね反射のところとか見ても眩しくないですね。これは目がかなり楽だ。あ、いいですね。そしてなんか少しコントラストが上がったような感じに見えて見やすいし綺麗です。視界がいいですね。私はサングラスってかけたことなかったんですけど、これ楽。ちょっとこれあれだね、慣れるまで怖いけど、やっぱりあっちの方やって眩しいですけど、白い建物とか見ると結構ね眩しいなって思うんですけど、特に室内から出てきた時でもサングラスかけたら当たり前ですけど全然眩しくない。これいいですね。鳩がなんかすごいことになってますけど、で日光が出てきてもこうやって全然やっぱ当たり前だけどやっぱ
全然違う。これあれですね、運転とかしてるときめっちゃ楽だと思います。これはいいぞ。めっちゃ楽になりました。楽になったし、見え方もクリアになった。あれ、このビビって何？閉店しちゃったんですかね。あれ閉店しちゃったのか、なんか改装してるだけなのか。ここなくなっちゃうのちょっと痛いですね。ここのサイゼリアとかよく行ってたんだけどな。臨時休館って書いてある。26日まで。まあそんな長い期間じゃないですね。よかったよかった。またサイゼリアに行ってますね。ああいうのね、こういうさ、色が明るい色の建物とかに日が当たったりして、こういうの自分に日が当たってなくてもね、こういうの眩しいなって思っちゃうんですよね。でもこれは全然眩しくない。いいですね。でかといってこの日陰の場所でも暗すぎるっていう感じにはなんないですね。だからいいです。日中はもうこれずっとつけてれば目が疲れなさそう。こういうのとか、これ今脇から見たらめっちゃ眩しかったですから。ああいうのもう一番嫌いですね。ああいうのまあ綺麗ではあるんだけど、これさすがにサングラス越しでも眩しいんで、うわ、今ちょっと脇から見てみましたが、かなり眩しい。でも全然これ楽だわ。これ日に当たるのは好きなんですけどね、眩しいの苦手なんで、ちょっと休憩しよう。ここで風強いけど、風強いな。どうすっかな。でもちょっと座ろう。これがちょっとね、僕は好きでなんですよね。磁力がでポコッと、やっぱ眩しい。オントラックサングラスいいですね。サングラスのレビューばっかりしてるけど、このメガネ自体もいいですよ。なんか軽くて結構縁太めのメガネ、縁太めでもないかな。なんかレーバンのやつよりはさすがにあれチタンでできてるんで、あれには負けますけど、私がもう一本持った黒縁のやつ、あれよりは軽いです。でレンズもね、なんかちょっと薄いみたいなんですよね。なので全然かけてて違和感ないっていう感じで、このプレートつけても全然軽いですね。いいな。なかなかいいです。ダメだ、今日は風強すぎてもう外にいられたもんじゃないですね。やば、ちょっとやば。早く中入ろう。こんな天気の時はこれ声入ってんのかな。もうこんな天気なんで久しぶりにアーケードでも歩こうかな。結局定禅寺通りのところまで来てしまいましたね。これ以上行くと自転車まで戻るのがめんどくさくなりそうなんで、ここまでにしておきます。ちょうどここ風来ないですね。いいポイント。ここで休憩してから帰ります。やっぱこれめっちゃ快適。目が快適です。快適な散歩ですね。まあね、あれなんですよね。一番試したいのはこの後自転車で帰る時。歩いてる時よりもね、自転車とかに乗り物乗ってる時の方が、運転してる時ねが結構眩しいのはきついんですよね。歩ってる時ってこう眩しいなと思ってもこう視点変えたりできるじゃないですか。眩しくないところを見たりとかできると思うんですけど、自転車とか車とか運転するとそういうわけにはいかないじゃないですか。ちゃんと前見てないといけないんで、それでも眩しいってなるともう本当に何も見えなくなっちゃうんで、帰りの自転車がどんだけ快適かですよ。昨日もね、道路がねちょっと濡れてたりするとそこに反射してめちゃくちゃ眩しいんですよ。ああいうのはどこまで軽減されて快適に、自転車乗れるかちょっと試してみたいと思います。またコーヒーが死にもらってった。さっき無印でチョコレート見つけられなかったんで、
カルディで美味しそうなお土産を買っておきました。いやーほんとこれいい感じです。めちゃくちゃクリアに見える。前のメガネは結構もう傷つきまくってもう限界だったんですよね。レンズがもう変な風に反射しちゃったりとか、なんかこれなんか汚れてんのかなと思って拭いてもそれはなんか傷で、全然拭いても洗っても汚れて見えるというか、その傷のせいでねっていうのがあったんですけれども、これもう傷一切ない新品なんでめちゃくちゃ綺麗に見えます。本当に人間の視界ってこんな綺麗だったのかみたいなそんな感じですよ。ちなみにこれ外すとこんな感じ。おお、いいですね。これ今気づいたんですけど、この耳の当たるところはなんかゴムっぽい素材になってるんですよね。プラスチックじゃなくて。なので耳のところがね滑んないんですよね。結構自分メガネかけるとどんどんメガネが前の方に行っちゃって、耳の引っかかりがこう取れて前に行っちゃって、どんどんこう下がってきちゃうみたいなのがあるんですけど、これは滑り止めがついてるんで、いいですね。で、前の縁が太いって言ってたメガネよりは細いですね。他にもいろいろなんか注意事項が書いてある紙とか、あとこれレンズの入ってた袋ですね。この裏にいろいろ度数情報が書いてあるんで、次回買う時も参考になるかも。そしてメガネケースついてきました。このジーンズの刻印が入った黒い革っぽい素材のケースですね。いいですね。デザインがシンプルで、この黒い長方形かっこいいです。領収書と、あとこれさっきまでつけてたメガネですね。中にもジーンズのロゴがあって、メガネ拭きも白っぽいメガネ拭き、マイクロファイバーのメガネ拭きもついてるという感じです。あれですね、このサングラスの、プレート使わないとき、家にいるときはここに入れとくって、すげえヒンジが強いな。ここに入れとく風にするといいかなと思いますね。これ入ってたのは領収書じゃなくて保証書でしたね。一応ね、保証がお渡しから6ヶ月間保証してくれるみたいで、最大2回まで。このフレームが壊れたりとか、レンズ、この見え方がちょっとおかしかったりした場合は、お渡し日、今日から6ヶ月までは保証するよという保証が。なので、今ちゃんと見えてるんで大丈夫だと思いますが、もしなんか不具合があれば、保証出せますね。よかったです。ジーンズ。ジーンズめちゃくちゃいいです。もう取りに行った時も、もう本当にレシート渡したらもうすぐ出てきたんで、全然買うの簡単ですね。結構子供の頃とかメガネ作るのは大変なイメージが結構あったんですけれども、それは子供の頃だったからかもしれないですけれども、めちゃくちゃスムーズに作れたんで、ちょっとね、ジーンズも、見た感じ、いろいろね、あと何本か欲しいメガネがあるんですよね。機能性よりもファッション性重視で結構、これしっくりくるなっていうレンズというかフレームが何個かね、あるんで、何本かメガネ買って、いろいろメガネ買って楽しみたいですね。もうそしたらもうこれはサングラス専用メガネにしてもいいし。ちなみに今かけ始めてどうだろう。3時間ぐらいかな経つんですけれども、全然違和感とかないですね。どっか痛いとか、なんか締め付けられてるとか、そういう感じ。なんか、重さを感じるとか、そういうこと一切なくても全然、意識しなければ、全然メガネが新しくなったことを忘れるレベルで、全く違和感はないですね。いや、まだまだ風が強いですね。もう帰ってくる時も暴風で大変でした。最近ウイスキーをこの 1.8 リットルのボトルで買うようにしてます。前は700の瓶だったんですけれども、あれだと700だとすぐなくなっちゃうんですよね。なので何回も買いに行かないといけないし、その度にウイスキーだけ買ってくるわけにはいかず、いろいろ買ってしまうんで、結局こういう大きいの買った方がお安く済むし、手間も減るし、多分グラムで考えると大きいので買った方が安いと思うんでね。でこの 1.8 リットルのやつだと、このドアポケットにちょうど入る、ギリギリの大きさで、このまま冷やしとけるんで、この 1.8 リットルのやつがベストかも。もっとでっかい業務用みたいなのも売ってるんですが、まず冷蔵庫に入んないし、ここまで持って帰ってくるのがまず大変なんでね。この 1.8 リットルのボトルがベストかもしれません。普通のやつの3倍 ?2.5
5倍くらいあるんで。で、意外と飲みすぎ防止にもいいんじゃないかなと思って、ちっちゃい瓶だと、少ししか残ってないと、あ、もうこれしか残ってないから飲んじゃおうってなるじゃないですか。でもこれだとそれが少ないので、ちょっとしかないように見えてもいっぱいあるんですよ。なので、飲みすぎずに済む。あ、ここで終わろうっていうのが、はっきりと、決められるっていうので、意外と大きいボトルで買った方が、飲みすぎにくいかもしれませんね。いただきます。うん。うまっ。ちなみに、おつまみはこれです。投げはうま塩。唐揚げ作っちゃいました。もう唐揚げおつまみに、ハイボール。このロピアのね、100g68 円の肉で、買いだめして、冷凍して、唐揚げにするのが最近のマイブームで、これが一番お金をかけずに満足できる食事なんですよね。これずっと気になってたファミマの七味せんべい買ってみました。すごい七味が表面についてて美味しそうですね。すごい想像以上に七味ですね。この噛んだ瞬間、表面の七味が口の中入ってきてすごい、七味の風味がすごいするんですけれども、めちゃくちゃ辛いってわけじゃなくて、しっかり風味を味わえる感じですね。ゴミ、じゃあゴミ持ってってもらえないってこと？なんか一応燃やせるゴミは収集する予定だけど、無理な時はごめんなさいっていう。それゴミ持ってってもらえないのは辛いな。いつまで？そのレベルなの。本当にそのレベルなの。なんか4区でもハマってと思うよ。いろんな車。これゴミ収集はいつまでやってもらえないの？ぐじゃぐじゃの泥の中を走ってる感じ、車が。そうなんだ。表現すると。クロスビーだったらいける感じ？いや、かろうじてだよ。だからもう本当にぐじゃぐじゃの泥の中を沼みたいなところを走ってる感じ、今は。アクアは絶対無理じゃん。気温が走ってるから。まだアイスバーンでカチコチだらけゆっくり走ればいいけど、スピードを落とすとはまるし、スピードを上げると前の車にぶつかっちゃうし、みたいな感じで。それは大変だな。2車線の車2台分のスペースは1台分になってるから譲り合わないと通れたのね。その他に歩行者もほら雪が積んであって歩道はないから車道通ってるから、そのたんびに止まんなきゃいけなくて、止まると埋まるのよ、ズブズブって。それの繰り返し。もう気軽に外に出れないじゃん。そうなの。これ本当困っちゃうね。気軽に外に出れないわ。じゃあアクアの次は SUV だな。インコちゃんバイバイ。ちゃんとご飯食えよ。ポーザン。